思考実験シリーズ。今回は、言葉にまつわるパラドックスということで、形容詞のパラドックスを取り上げるよ。形容詞、美しいとか、楽しいみたいに、人や物の状態とか、様子を表す言葉だよね。どんなパラドックスなんだろう？例えば、形容詞短いは、2文字であり、それ自体が短い。こういった形容詞自体が自分自身を表している形容詞は、オートロジカル、自己記述的な形容詞と呼ばれる。次に、形容詞長いは、2文字であり、それ自体は長くない。形容詞自体が自分自身を表していない形容詞は、ヘテロロジカル、非自己記述的な形容詞と呼ばれる。うわ、オートロジカルとか、ヘテロロジカルとか、マニアックな言葉がいきなり出たね。話自体は、面白いから、しばらく辛抱してね。あと、そもそも形容詞自体が、短い、長いって相対的にしか比べられなくない？元々の議論で短いがオートロジカルな形容詞で長いがヘテロロジカルな形容詞とされているけど、日本語で共に2文字、英語でショート、ロングだとしても、微妙な例なんだよね。他の例も考えてみると、形容詞自体が自分自身を表しているオートロジカルな形容詞としては、日本語であるという形容詞は、実際、日本語だから、オートロジカルな形容詞である。人間ではないという形容詞は、文字列で、実際に人間ではないからオートロジカルな形容詞なんだ。逆に、日本語でないという形容詞は、実際は日本語だから形容詞が自分自身を表していないヘテロロジカルな形容詞になる。そして、人間であるは、実際は文字列だから、ヘテロロジカルな形容詞なんだ。さて、すべての形容詞がこのように自己記述的な形容詞、非自己記述的な形容詞に分けられるとすると、自己記述的、非自己記述的という形容詞自体は、どちらの形容詞なのだろう？オートロジカル。自己記述的から見ていくと、形容詞自体が自己記述的だから、自己記述的な形容詞だということができる。問題は、ヘテロロジカル、非自己記述的の方で、もしこの形容詞を、自己記述的な形容詞であると考えると、非自己記述的な形容詞ということになってしまう。逆に、ヘテロロジカル非自己記述的を非自己記述的形容詞だと考えると、自己記述的な形容詞であるということになってしまう。このようにヘテロロジカル非記述的という形容詞は、自己記述的形容詞であり、同時に、非自己記述的形容詞である、という矛盾が生じてしまう。自己記述的とか、非自己記述的とか、変な形容詞を持ち出さなければ起きない問題じゃない？確かに、かなりマニアックな形容詞ではあるけど、オートロジカル、ヘテロロジカルは、英語に実際に存在する形容詞だし、それを日本語にした場合でも、自己記述的とは、自分自身を表し、非自己記述的は自分自身を表さないという意味であると理解している時点で、こういう形容詞が自分の言語に組み込まれる可能性は否定できないんだよ。このパラドックスは1908年にドイツの論理学者哲学者のクルト・グレリングと、同じくドイツの数学者哲学者のレオナルド・ネルソンによって発表されたことから、グレリング・ネルソンのパラドックスと呼ばれることもある。こういうの発見できたこと自体がすごいね。じゃあ、形容詞のパラドックスの解決方法について見てみよう。一番有力だと思われた方法は、形容詞のパラドックスは、非自己記述的な形容詞の集合に、ヘテロロジカル非自己記述的という形容詞自体を含めたことから生じている、と考えるものだ。つまり、形容詞のパラドックスは、自己言及のパラドックス、集合論のパラドックスの一種に過ぎないと考えるんだ。自己言及のパラドックスについては、すでに床屋のパラドックスという動画で取り上げているので、興味のある方は、今回のパラドックスとの違いを比べてみてね。そして、このパラドックスは、ヘテロロジカル、非自己記述的な形容詞の定義を、形容詞自体が自分自身を表していない形容詞であり、かつヘテロロジカルを含まない形容詞である、と定義し直せば解決する、と考えるんだ。そして、これは、ラッセルが自己言及のパラドックスの解決方法として考えたものと同じ方法なんだ。同種のパラドックスだから、同じ方法で解決できるわけだね。しかし、形容詞のパラドックスの解決は、これだけでは終わらなかったんだ。どういうこと？形容詞のパラドックスは、論理的な形としては、自己言及のパラドックスの一種なんだけど、英語や日本語など、自然言語において生じたパラドックスであるという点が違っているんだ。自然言語には、新たな形容詞が常に言語に加わり続けている。新たな形容詞が登場するたびに、ヘテロロジカルの類語が含まれているか否かを判定し、その定義を変更し続けるのは現実的ではない。自己言及のパラドックス一般の解決方法だけでは解決できないんだね。このパラドックスの最終的な解決方法については、まだ議論が続いている感じだね。
そして、オートロジカル、ヘテロロジカルな単語をリスト化していくという言語学的な研究も必要になってくるんだ。単語のリスト化か。一発で解決できないのはもどかしいね。このパラドックスは、パラドックス解決には、二つの側面があることを明らかにしてくれている。一つは、パラドックス解決の論理的側面だね。この立場からは、パラドックス A とパラドックス B は論理的に同型である。同型であるがゆえに、パラドックス A の解決策 C で、パラドックス B も解決できる。こういったパラドックス解決の方法の一般化が可能と考えるわけだね。しかし、パラドックス解決には、もう一つ大切な意味論的な側面がある。意味論的な側面では、パラドックス A とパラドックス B は、例えばパラドックス A は数学的文脈、パラドックス B は言語学的文脈で取り上げられる。そして、パラドックス A の解決策 C をパラドックス B に適用すると、言語解釈理論 D と相互をきたす。故に、解決策 C でパラドックス B を解決することは新たな問題を生み出す。このような、解決方法の一般化が困難になる側面が見えてくる。たとえ論理的には同型のパラドックスでも、そのパラドックスが登場する文脈を考えると、必ずしも同じ解決方法が有効とは限らないんだ。論理パラドックスの動画を上げていると、これは何々のパラドックスと同じですね。というコメントがつくことがあるんだけど、多分、その場合は、論理的な側面だけから見て、同じパラドックスと判断しているんだと思うんだよね。ただ、パラドックスの問題を考える場合は、この2番目の意味論的な側面も大切だから、厳密にはそういう意味で、違うパラドックスなんだよね。なるほど、今回みたいに論理的には、同型でも意味論的な文脈が違えば、違うパラドックスだもんね。未だに毎年、大量のパラドックス解決に関する新たな論文が書かれているのも、こういったパラドックスの意味論的な多様性のせいでもあると思う。ただ、同じような問題だから、一緒に片付けたいという気はするよね。似たパラドックスを共通化して、解決方法を一般化したいという部分はどの研究者も共通しているけど、どういう文脈でパラドックスを捉えるかは、かなり人によって違うというのが現状だね。ぜひ、今後、登場するパラドックスの意味合いの違いを比べながら、楽しんでもらえたら嬉しいよ。今回の参考文献としては、以前、ご紹介した中村秀吉パラドックスの第1章に、このパラドックスが登場するので、おすすめです。パラドックスの意味論的な側面については、多くの文献があるけど、今回のパラドックスに登場した、オートロジカルな単語をリスト化したホームページがとても面白かったので、ぜひ、興味がある方は概要欄から確認してみてください。こんな単語リストあるんだね。初めて知ったよ。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。